んにちは、ノリーツピロリンです。スザンヌです。今年も最後になりましたね。早いですね。早いですね。もう大晦日にチャンオクさんのミュージカルで年越しようと思います。今日は皆さんにチャンオクさんのミュージカルのあの日々クダンドルを紹介したいと思います。イエーイ。今日の動画の構成なんですけどね、まずこのミュージカルの紹介をさせていただきます。今日はね、この YouTube の再生リストの URL をねつけてるんですが、この作品のこの紹介先に聞いていただくとね、ミュージカルの内容が分かるので、もう字幕のついていない YouTube の内容がもう多分ね、今まで知らなかった人は全く違うものに見えてくると思うんでね、ぜひこれを聞いてからもう一度動画の方を見ていただきたいと思います。次にチャンオクさんのこのミュージカルに関するエピソードとか、あとインタビューを紹介したいと思います。で、そしてもういつも通りコメントを紹介させていただいて、最後にチャンオクさんの可愛い特典映像がついているので、皆さんお楽しみに。まずはこのミュージカルの作品紹介をさせていただきますね。この作品2013年の4月4日にソウルのテハンのミュージカルセンターのこけら落としの作品として上演をされました。31歳の若さで亡くなってから25年経って今でも愛され続けている韓国の代表的なフォークソング歌手のキム・グァンソクさんの名曲で綴られた、創作ミュージカルとなっています。この作品のタイトルのあの日々っていうのはね、このキム・ガンソクさんの曲のタイトルから付けられてるらしくって、もうこの物語はもう調和でって言って大統領官邸、アメリカでいうホワイトハウスですねの舞台に1992年の出来事と2012年の出来事が交差して、真相が明らかになっていくっていう構成になっています。で、主人公であるこのジョンハクが、韓中修好20周年記念の日に起こった事件を、追っていくうちに20年前に起こった事件の真相を知ることになっていくっていうね、これミュージカルなんですけどね、この20年の歳月を経てジョンハクの中にあったこう誤解が解けて、で、過去や現在のわだかまりとか、あと苦悩から解放されていくっていうミュージカルなんですよ。で、物語は1999年の調和での警護室のあの日から始まるんです。で、この調和での警護員となったジョンハクは自分とは全く違う自由奔放の同期のムヨン、これチャンオクさんが演じてるのはこの役なんですけど、この、ムヨンと出会うんですね。で、新人警護員の中で最高の人材って言われたこのムヨンとジョンハクなんですけど、もう人としてもライバルとしても次第に2個親しくなっていきます。韓中修好を前に2人に任務が与えられるんですけども、身元のわからない彼女を警護することっていうね、そういう任務を与えられるんです。でも、突然その彼女とムヨンは一緒に消えてしまうんですね。で、それ以来行方不明になってしまいます。それから20年が経ち、2012年にあの日の痕跡が少しずつ見つかっていくっていうね、ミュージカルになってるんですけどね、韓中修好20周年記念行事の真っ只中のチョンワデで、その頃になるともう警護部長になったジョンハクに研究自体が知らせられるんですね。それは何かというと、大統領の娘と追行警護員が急にこの2人消えてしまうんですね。まるで20年前にあった彼女とムヨンが消えたあの日のような感じで2人は消えてしまうんですね。で、この2人の行方を追うためにジョンハクはいろいろ奔走するんですが、そうしていくうちに20年前に消えたムヨンと彼女は通訳者だったんですけどの痕跡が少しずつ現れていきます。そしてジョンハクとムヨンが一緒だっ
ったあの日々がだんだん浮き上がっていくというストーリーになってるんですね。20年の時を超えてもうそこから彼らの物語が始まっていくと。で2012年の出来事と1992年の出来事が交差しながらミュージカルがね表現されるそうなんです。これ私ね実はウィキペディアで調べたんですが、もうこれパンフレットに記載されているミュージカルのストーリーもウィキペディアに書かれているんで、もうこれ読むだけでねすごく面白かったです。だからぜひ、説明欄につけてるので、読んでいただけたらと思います。でこの中でチャンウクさんはね2013年と2014年から2015年2016年から2017年とこのミュージカルに出演してるんですけど、何かのインタビューでも言ってたんですけどね、チャンウクさんはねこのミュージカルにね抜擢された時もねチャンウクにできるのかとっていうね声があったみたいなんですけどね、それをね払拭して、そして第7回ザ・ミュージカルアワードの男優新人賞第5回イエ・グリーンミュージカルアワードの助演男優賞をね受賞してるんです。すごいですよね。やっぱりチャン君は努力家でね、ただただイケメンハムハムで売れてきたわけではないですよね。まあ確かにね、もうそれだけじゃなくてね、実力をちゃんと兼ね備えてるっていう、いつもねチャン君ねずっとそう言われ続けてるというか、チャン君にできるのかって言われたのを、もう払拭してこうやって大スターになってきてる人なんで、もうすごいですよね。すごいですね。もう動画の説明欄にもチャンクさんのミュージカルの、YouTube の再生リストの URL と Wikipedia の URL つけてますので、もうぜひ皆さん見ていただきたいと思います。でここにつけているね再生リストを見てたらね気づいたんですけどね、これ日付順になってるんですよ。これを順番で見ていくとカーテンコール、これカーテンコールはね撮影 OK だったみたいで、たくさんのカーテンコールをね YouTube で見ることができるんですけど、その中でも初めの頃のカーテンコールってねサラ・ヘッジマン歌ってないんですよ。1ヶ月も経たないうちにね歌って登場するんですけど、もう顔を見ててもね少しずつね余裕が出てきてるのが分かるのでね、それを見るのも結構楽しいし、でなんかやっぱり初めの頃はチャンオクさん緊張してるんだなっていうのがね分かります。もうぜひ見てほしいと思います。そしてね、2013年の6月30日の千秋楽の動画なんですけど、チャンオクさんはね自分の歌ってるところでねもうね感極まってね泣いてしまうシーンがあるんですよ。舞台脇ではね一緒に公演してた他の出演者たちも見ているので、なんだか込み上げてきたものがあったんでしょうね。そういえば前言ってましたよね、なんかセイルでピロリンさんの師匠が教えてくれてインスタライブでインスタライブしてくれた時に、そうなんですよ。で実はね去年のチャンクさんのセールでインスタライブしてくれてたんですけど、その時に歌ってた歌がこれ一人残ったよっていうこのミュージカルで彼女が初めて登場して窓際で一人で歌うシーンがあるらしいんですけど、その時に歌ってる歌っていうのはこの一人残った夜っていう歌なんですけど、もうチャンクさんねこのミュージカルの中で最も好きな場面はっていうとその場面らしいんですよ。そのミュージカルの記憶とでその歌が好きなんでその声優の時に歌ったと。でその時のなんかミュージカルとの時のことが浮かんでちょっとうるっときたんじゃないかっていうことをね私の師匠がね言ってくれてたんですけどね、その時にはね私そうなんやって、泣いてることとセールで泣きそうなチャンクさんミュージカルで泣いた YouTube の動画っていうのは見てたんですけど、そうなんやぐらいにしか思ってなくって、でよくよくこれいろいろブログとか調べていくと、この時に歌ってたその一人に残った夜っていう歌をすごく好きやとかっていうのをいろいろ調べていくと、なんかそういう気持ちが全部ね重なってこうなったんだなっていうのでよく分かってね、さすが師匠やなと思いましたね。すいません、私ねちょっとねなんやろ鼻の調子がずっとここのところ悪くって、これ多分蓄膿みたいな感じですかね。こっちめっちゃ顔腫れてるんですよ。で日頃なんか見にくい顔が余計に見にくくなってしまってすみません。そんな感じでだからね結局ねこのチャンクさんはねこのミュージカルのためにね3ヶ月間1日8時間練習したっ
ってらしくって、でもうこれね声もねめっちゃ通ってて、もう歌もすごく上手だと思うんですけども、もう一緒にやってるねこのジョン・ハク役の方たちがすごく歌上手なんで、チャンクさん的にはすごくね自分はみんなに比べたら歌は踊るって思っていたようで、演技とか違う部分でねこうカバーすればいいと思ってね努力したっていうのでいろんなもので読んだんですけど、あとインタビューでも言ってましたけど、これミュージカルと初演だったんですごい難しかったそうです。ミュージカルの初演ってね基準ないんでね、どういうミュージカルにするっていう基準がないんで、いろいろ頑張ったんでしょうね。でそして、公演の前の希望の観客動員数超えたら瓦割りをするっていうね、こういう公約を実行してる動画もあるんですけど、この時で服脱いでねタンクトップ姿になるんですよ。でそれを解除しているあの日にねチャンプさんとキスシーンする女優さんなんですけど、このね女優さんにねなりたいですよね。なんかそのね動画見てもらって分かるんですけどね、ちょっとね夫婦みたいな感じでね、こうブランドさんの服脱がせる奥さんみたいな感じでね、でもうなんかスタンドこれね、いいよね、あの女優さんとキスもするんですよね。そこもいいよね。何回もするっていうことだもんね。だからあの女優さんになりたいですね。あの女優さんね、なんかいろいろとチャンクさんのコンビニセペルのお姉さん役やった人やと思うんですけども、このミュージカル見てると母校とかしてくれの博士役やってた人が出てたり、テクドンスの聖者役やってた人がね出てたりとかね、いろんな人がね出てるんだなと思いますね。そうですね。このミュージカルのメンバーすごくねチームワークも良かったみたいでね楽しかったみたいです、チャンクさんなんですけども、チャンクさんはこのミュージカルしながらドラマの撮影や、これとは別のミュージカルもしてたんで、もう睡眠時間 3,4 時間で、2日に1回点滴受けるような状態だったみたいで、なんかこのいろんなブログ読んでいくとなんかすごいチャンクさんがしんどそうにしてるね日もあったみたいなね、とかねいろいろ読めるんでね、それはそれでね興味を持って読んでいくの面白いんで、ぜひチャンクファンにはおすすめですね。であと2012年のドラマ「青のピアニスト」が終わってから作品がねこうぷっつりとね途切れたらしいんですよ、チャンクさん。で当時これといったね出演ノウハウもなくってね、演技者としてはもう最大の危機を迎えたんですって。それがストレスっていうのがあったのかな。そんな中でこの日々の出演することになって、その後の日本のミュージカルを立て続けにやったんですけど、それだけに頑張れたんですよね。でその後もう月交互で人気になって、海外でもね大人気の俳優になっていくと。でヒーラーの出演を機に韓流ファンが多くなって、で日々もチャンクさんがね出演する回は全て売り切れだったそうです。で、もう今考えてば行きたかったよね、何回も行くよね。何回も行くよね、絶対やってたら。でも取り合わなかったみたいやけどね、いろいろ見てたら。私はサラ・ヘッジマンももちろんなんですけど、もうカーテンコールで歌ってるね、なんかこの私の歌って言ってね、ナウェドレっていうね、合うてんのかなが好きですね。あれ元気になりません？なんかこうやってなんかチャン君踊ってるやつなんかこうやってね。でそれにいろいろ見てるとユーヒオルのスケッチブックでトゥービックさんと一緒に歌った二等兵の手紙とかも歌うので、ぜひいろいろ見て楽しんでいただけたらと思います。でもう頑張り屋さんのチャンクさんなんで、もうほんま根性ありますよね。ありますよね。でそれに舞台度胸もねあるようにね見えるんですけどね、実はねインタビューでね緊張しないんですかみたいなことをね聞かれてね、度胸あるふりをしようとするみたいなことを言ってるんですよ。だから堂々として見せてるという感じですね。実はなんかドキドキしてるらしいんですけど、で今回いろいろ調べるのにいろんな方がミュージカルに行ったっていうブログとかを見せていただいたり、あと動画を見せていただいて、も本当にもう行きたくなりました。もうぜひぜひ皆さんもこのお正月の間にチャンクさんのミュージカルにいっぱい触れてもらって、またチャンクさんがもうミュージカルやってくれるように願いましょう。願いましょう。願いたいと思います。今日はチャンクさんの出演のミュージカルクナンドルで日々
を紹介させていただきました。ここでお借りしました動画は YouTube の URL をつけておりますので、ぜひご覧ください。それでは今日のコメント紹介しますね。踊るちちゃうくダンス特集、ボリューム1にいただいたコメントです。これ S の久美子さんですって容姿端麗、スタイル抜群、優れた運動神経、美声、歌唱力、神様からいくつものギフトを与えられたチャン君の唯一の弱点であるダンス。でもそれすら強力な魅力になっていますよね。完璧すぎないところが人間らしく、チャン君のダンス大好きですといただいてます。久美子さん、いつもありがとうございます。こちらの動画は、火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕もつけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。この後チャンウクさんの可愛い特定映像もお楽しみに。ドリーズピロリンでした。スザンヌでした。アンニョーン。